次見ていくのは、ナイト C6 のクラシカルバリエーションですね。で、このビショップ C4 と出すのがフィッシャーソジンアタックみたいな名前だったと思うんですけど、でもこれソジンアタックなのか。なんかフィッシャーソジンアタックと、なんか、ちょっと違いがあるみたいな話を聞いたことがあるんですけど、まあ、うまくは知らないですね。詳しくは知らないんですね。で、このビショップ G5 は確かリヒターラウザーアタックだったかな。リヒターラウザーバリエーションっていうので、まあ、E6 で、まあこういう感じで、ロンキャ、キンキャっていうのがあったかなって思います。で、まあ、この H4 つくのを、まあ、誰かやってたかな。アナンドとかかな。やってて、で、まあこの F4 とかのラインもあるみたいですね。まあ、結構有名なラインだと思います。っていう感じで。えと、で、まあ要するに、シリアンっていうのは、まあ結構お互いバチバチなんですよ。序盤から。なんで、まあ、結構中盤力とか必要になってくるイメージがありますね。なのでもうそんなに深いこと考えずに僕は指しちゃってますね。適当にビショップ C4 とか展開とかしてっていう感じで。特に、まあ研究してないときついなって思うのは、この、ナイドルフバリエーションで、僕は黒でも、指すことが、まあ、あるんですけど、まあ、黒で指そうかなって、えっと、思ってた時期に結構研究したりして、そのナイドルフの奥深さみたいなのを学びました。で、僕が白番で対ナイドルフで指すとしたら、ビショップ G5 を指すことが多くて、またはビショップ E2 ですね。まあ、ビショップ E2 あんまり指したことないんですけど、おそらくデータベース上も、ビショップ G5 が9曲。めっちゃ負けてんじゃん、俺。やば。お恥ずかしい限りですが。えっと、やばいな。これ黒番になったらどうなんだろう。勝っててくれ。あ、負けてる。まあ、僕はナイドルフがまだまだっていうことですね。で、えっと、まあ、ビショップ G5 が好きで、なんでかっていうと、あのタリがね、ミハエル・タリがよく指してたからなんですよ。で、まあ、よくある手が、これじゃないわ。ナイト BD7 か E6 なんですよね。で、えー、タリの棋譜で、ナイト BD7 っていうのがあって、タリは白番なんですけど、ここでビショップ C4 って指すんですよ、タリは。で、まあ、これが成り立つわけなんですけど、データベースにないよね。さすがに。まあ、これで、そうですね。黒は E6 とかしなきゃいけないんですけど、例えば、なんだろ難しいな。B5 かな。
B5 じゃないかな。ちょっと忘れちゃったな。 E6 だったかな確か。で、クイーン、こっちとか。で、B5? あ、そうだ、これだ。で、これ、サクるんですよ。サクって、テイク、だったかなっていう感じの、めっちゃ楽しい寄付があって、で、ロン毛みたいな感じで、僕はこれがやりたくて、ビショップ G5 のラインをいつも指してます。これですね。で、まあ、だから、ビショップを G5 に置いて、ビショップを C4 に置いて、クイーンを、まあ、こことかに置いて、ロングサイドキャスリングすれば強いじゃんって思うじゃないですか。でも、この E6、相手がナイト BT7 って先にやんなかった時は、これが実は悪手になってしまうんですよ。まあ、ブリッツとかだと咎められることは少ないんですけど、ここで B5 があって、で下がると、あれこれ、これあったはずなんですけど、これで下がったら、ここが浮いてるんで、結構まずいポジションになってしまってた記憶があったんですけど、ここじゃなかったのかな、別に。これで、キャスリングとかで、で、こういうテイクとかあったイメージがあったんですが、これも全然白いいですね。まあちょっと何かの覚え間違いだったみたいなんですけど、まあこういった感じで、これエクスチェンジ落ちるんじゃないかなっていう感じか。まあちょっとよくわかんないですね。まあ、こういう感じでロンキャンとかして中盤で勝つっていうのを目指してます、いつも。先ほどまで、このナイトルフでのこのビショップ G5 のバリエーションを見てきたわけなんですけど、まあね、まあ、タリが指してたんですけど、まあ、あんまり結構難しくて、僕もうまく解説というか紹介できなかったので、実際のミハエル・タリのデータベースをね、見ながら、ちょっと何曲か、このビショップ G5 がどれぐらい強いのかっていうのを見ていきたいなと思います。でですね、これチェステンポの、データベースで、ミハイル・タリのデータベースなんですけど、まあ、このナイドルフに対して、まあ、タリいろいろ指してるんですけど、一番指してる、40曲も指してるのが、やっぱりこのビショップ G5 になってます。で、やはり相手の応手としては E6 かナイト BD7 なんですよね。で、ナイト BD7 の時は、先ほどの紹介でもあった通り、必ずビショップ C4 をタリは指してます。で、まあ、このナイト BD7 の棋風と、あとは E6 のね、棋風もご紹介します。まあ、クイーン F3 とか、あとはすごくシャープで、現代の GM とかも指してる、よく指してるバリエーションが、F4 ですね。F4 もすごく強くて、自分は全然勉強できてないんですけど、こちらの棋譜も紹介していきたいなと思います。で、まあ、4曲紹介するので、さらっとね、見ていこうかなと思います。で、まず、これは、いつの試合なんだろう。
っとわかんないですが、1957年、レイキャビクでワールドチャンピオントーナメントっていうのかな、アンダー26。ちょっとよくわかんないですね。まあ、ミハイル・タリとアタナス・コラロフっていう方の対局なんですけど、これはナイナイドルフのビショップ G5 に対してナイト BD7 としたバリエーションです。これでビショップ C4 とします。で、クイーン、こういう風にピンしてきて、今、この、ね、ピンもないし、今、クイーンもこういう風にアタックしてるし、で、次、このピンがあるんで、この E4 のポンも狙われてるという状況です。ここでどうするかっていうと、クイーン D2 ですね。これで、このナイトで E4 ポーン取ってきたら普通にナイトで取れますよね。ピンを解除してるし。で、さらに、クイーンがこの G5 のビショップを攻撃してたのを、このクイーン D2 で守れているという一石二鳥の手です。で、次。あ、これ矢印消えないんだ。はい。で、E6 としてきました。で、ロンキャします。で、相手は B5 としてきたんですけど、これ、どっちの、このビショップ下がる方でも、ビショップ下くる方でも、タリは勝ってるみたいなんですけど、今回は下くる方を見てきます。サクって、こうですね。まあ、いかにも、あのシシリアンディフェンスみたいな感じで、どんどん駒をサクリファイスして、まあ、主導権を取って、相手のキングを開い、キング周りの、ポンとかを、ね、ガシガシ奪っていって、チェックメイトするみたいな狙いがあります。で、相手はキングこういう風に動かして、ここでね、ビショップをこういう風に動かしちゃったりすると、ナイトが G7 のポンを取って、あとチェックも入ってみたいな感じで、さらにひどくなるので、収集がつかなくなるので、キング F7 としました。で、ここでビショップを取ることで、こちらのポンを取ることができます。で、あとはまあ、あんまり詳しくは見ていかないですけど、まあ、こんな感じでですね、すごい美しい芸術的な寄付なんですけど、こういう感じでお互い攻め合いがとんでもないですけど、まさにタリっていう感じですね。このサクリファイスもなかなか見えないですよね。これで取ったらこれかな、チェック、こむず、なんだろう。普通にこれクイーン取れんじゃん。なんでだ、さっきは、あ、そっか。チェックで、これディスカバードチェックになってるのか。だからクイーン落ちるよっていうことで、ナイトは取れなかったんですね。だから、これがうまくて、で、エクスチェンジを取って、中央を開いて、これも多分、これ取ってしまうと、ピンでクイーンが落ちてしまうので、このナイト取れなくて、チェック。で、あ、そっち取るんだ。難しいですね。まあ、チェックで取れるからってことなのかな。で、テイク。で、相手はルークゾンなので投了となりました。非常に美しい棋譜です。で、次は、同じビショップ G5 から E6 としてきたバリエーションですね。ここで、
まあ、タリはビショップ C4 とは指さないんですよね。F4 と指します。クイーン B6 に対してクイーン D2。これ、ポイズンドポーンバリエーションといって B2 のポーンを、取るという、まあ、フィッシャーとかも黒番で指したりとかして、すごく、このクイーンがトラップにならないように気をつけなきゃいけなかったりとか、繊細な感じなんですけど、ここでタリは E5 とつきます。で、これ相手の方はトールッシュという方で、まあ、タリとトールッシュのは結構対戦してるイメージがありますね。棋譜並べとかでよく出てくる方なので。で、これで E5 ついて、ナイトね、うまいですね、これ。こう取ったらいかにも危なそうですよね。で、こういう感じで、これすごいですよね。サクリファイスして、でこのビショップも守らないっていう、本当にタリしかこういう試合はさせないですよね。で、こういう感じで、チェック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 。で、この、今、黒は、白のクイーンをアタックできてるんで、このルックをクイーンで取ってしまっても、このクイーン取り返された後に白のクイーンを取れるっていうことなんですけど、先に白からもチェックが入るので、防いで、その後にクイーンを取れます。なので、クイーンサクリファイスですね。で、この後どうなるかっていうと、これで、今、こっち、ルークでこれを取ると、こっちが落ちるので、それはせずに、ルックを守っていきます。で、ナイト取って、チェック。で、これで防いで投了となりました。まあ、これ、取っても、コマゾンがひどいので、あの、黒は勝てないですよね。で、こっち取っても、まあ、なんだろう、こっちかな。こういうので、ディスカバードチェックになるので、こっち動いてから、これ取るみたいな感じで、どんどんこれも落ちていきますし、みたいな感じで勝ちました。じゃあ、あと2曲見ていきます。同じ E6 で F4、クイーン B6、ポイズンドポーンで、今度は、さっきは E5 だったんですけど、F5 をもつくバリエーションがあります。で、テイク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 、で、E5 としました。で、テイク、テイク、ビショップ E2 で、テイクですね。今、ポーンの数は、相手が2ポーンアップですね。で、キャスリング。なので、このオープンファイルをルークでもうフルに活用できてますね。で、ビショップチェック、で、ルック合わせてきて、C4。で、テイク、テイク。で、ここ本当すごいんですけど、やっぱりタリーってピースのこのマヌーバーっていうか、このピースの使い方とかが本当にうまくて、ピースアレンジメントっていうのかな。そういうピースの可能性、可動域の可能性みたいなのを、最大限に発揮できるプレイヤーなのかなって思ってて、非常に参考になります。で、こうなって、これもサクリファイスなんですけど、まあ、取ったら、チェックからの、なんだろう。
これとかがきついのかな、だと思います。で、チェックメイトスレッドがかかってて、受けたら、どうなるんだろう。あ、これで、動いたら、ルックが落ちるみたいな。あ、落ちないじゃん。落ちなかったんですけど、まあ多分きっと、深遠な理由があるんでしょう。で、論拠して、こうして、交換避けて、で、チェック。で、取る。けど、ここも当たってて、もうこれ動かしたら、これで取られますし、かといってこういう風に動かしたら、ここが取られちゃうので、エクスチェンジを切って、でここからもね、すごいんですけど、こういう感じで総交換になって、まあ、勝ちのエンドゲームになりました。で、最後、同じバリエーションですね。ポイズンドポーンの F5 つくバリエーションで、テイクテイク、テイクテイク。で、さっきは E5 としてたんですけど、このビショップ E2 も強いです。ビショップ E2、ビショップ E7、キャセリングで、こうしてきて、で、次、なんだろう。まあ、このピンですね。ピンされてるんで、まあ、斜めのチェックとかも避けておいて、クイーン戻って、テイクテイク。これもすごいですよね。相手のナイトが強いと判断して、ビショップペアを自分から捨てるっていう。で、このチェックが強烈なのか。で、これ G6 とかしちゃうと、まあこれで、こうやっても、キング周りのポンがバラバラになっちゃって、みたいな感じだと思います。なので、テイクテイク、チェック、キング動かして、E5。これもうまいですね。で、これ、ビショップとかで取っちゃうと、これクイーンが落ちてしまいます。なので、ポーンで取ったんですが、ナイトが入ってきて、これ、すご。なるほど。これでチェックで入れて、で、さらにナイト来て、次、こういうのとかも狙ってるのかな。で、さらに圧力。で、テイクできて、こっち取ってディスカバーの用意ですね。で、チェック、チェック、で、戻してと。でこっからも、さっきも言ったように、ピースのこの可能性を最大限に引き出す駒繰りが非常に美しくて、ここからこれで投了となりました。まあ、あんまり理解できてないんですけど、このピンがあるんでこのルークでは取れなくて、で、これがどういったらどうなるんだろう。今これアタックでされてるんで、どういったらどうなるんでしょう。こうかな。こうだと思います。で、こうして、あ、それはできないか。から、こうして、テイク、テイク、で、こうとかかな。で、チェックメイトと、このルック当ててみたいな感じで、かな。まあ、やっぱりきついっていうことで、黒は投了となりました。はい。じゃあ、以上に
なります。はい。じゃあ、白のね、シシリアンに対して、オープンのこのナイト F3 だけだとちょっと飽きてきた時期もあって、チェスムードっていうね、有名なトレーニング、チェスのトレーニングサイトみたいなのがあって、そこでナイト C3 が推奨されてたので、ナイト C3 のこのクローズドシシリアンっていうのを、勉強したことがあります。で、このオープニングのどこがすごいかっていうと、こうするじゃないですか。で、このさっきはこういうふうに D4 とついて局面を開けていったんですけど、それを、しない。やばい。矢印が消せない。よいしょ。しないで、こういうふうに閉じたりとか。だから、どうするんだっけな。こうかな。それで、ナイト展開、ナイト F3 かな。で、ナイト展開とかしてきて、いや、違ったな。確か違ったはず。F4 かな。D3、G6。これで F4 か。で、フィアンケットして、キャセリング。で、クイーン E1、ビショップ。で、こうか。で、クイーンこういう風に持ってって、ビショップこう持ってって、ナイトこう持ってって、もしビショップ取るんだったらルック取って、ルックこういう風に回してみたいな感じで、キングサイドアタックがすごい強いっていう。で、このビショップの利きも地味に強いっていう。それが、これが、えっと、このクローズとシシリアン、ナイト C3 のバリエーションです。なので、ちょっと今回は、あの、詳しくは説明しないんですけど、ナイト C3 もとても強いので、ぜひ試してみてください。続いて、アラピンバリエーションっていう、2手目に C3 とするバリエーションで、これは、ナルディツキー、GM のナルディツキーが、動画で、昔、そうですね、指してて、シシリアンに対しては C3 を、ずっと指してたのがナルディツキーなので、僕はナルディツキーの動画を見てて、最初の頃は、このアラピンを指してました。ただ、やっぱり、他のシシリアンに対しても、その白番のシシリアンに対しても、結構落ち着いた局面になるし、評価値も、イコール近くて、黒に結構、イコーライズされてしまいがちではあるので、まあ、あんまり最近は指してないです。で、黒はこの局面において D5 かナイト F6 を指さないと、イコーライズに失敗してしまいます。なので、例えば G6 とか指してしまうと、一気にね、白が良くなって、これで D5 で中央に巨大なセンターを取られてしまいます。で、ナイト F6 とかすると、これでビショップで守るし、みたいな感じでですね。で、あとは、これでテイクとかだったら、本当に、あのー本当はオープンシリアの時ってナイトでここ取って、ポンはここにあるので、中央に2つポンを置けてるっていう状態はシシリアンではありえないんですけど、
アラピンだとこういう状況も相手が下手に指してしまうと、生じてしまいます。なので、そうですね。ここで黒は、D5 としてテイク、テイク、こうみたいな。テイク、テイク。テイク、テイクだったかな。テイク。で、あれ。これって、このフォークを狙ってて、どうだったかな。ここでキャスリングしたら、どうなるんだ。結構、エンドゲームまで深く研究されてるバリエーションではあるので、アラピンバリエーションっていうのは、割と差しこなすのが大変な印象があります。ただ、黒番からね、このアラピンバリエーションっていうのは刺されると、刺された時の、なんか肌感というと、なんか激しい戦いをするためにシシリアンを指してるところはあるので、この白に C3 とアラピン刺されてしまうと、なんかやりたい戦いをさせてもらえなくて、えっと、すごく嫌なこともあるみたいなので、なんていうか、その強い相手だったりとか、強い相手は研究してるか、難しいですけど、自分の方が研究してるなって思える相手とかだったら、使ってみるのもいいかもしれないですね。これダメなんだ。これでチェック、狙いとか。チェック。おお、なるほど。確かに。こういう感じで。確かにな。結構面白そうですね。ちゃんと研究したら。という感じで、これがシシリアンです。じゃあ続いてね、カロカンディフェンスについて見ていきます。E4 ってしてきたときに、E5 でも C5 でもなく C6 と返されて、困った経験がある方も多いと思うんですけど、まずはカロカンのね、アドバンスバリエーションについて僕の知ってることを、なんか言っていきたいなと思います。多いムーブはこうですね。で、こうされたら、僕のやることは毎回決まってて、H4 ですね。これがタリバリエーションです。で、僕は、そのモノポさんの研究で、なんか、ルックサクってでも、なんていうか、黒のチェックメイトに持ってくみたいな研究ラインもあるのは知ってるんですけど、ちょっとあんまり覚えきれてなくて、詳しくは知らないです。で、ここでね、本当に知らない、このトラップを知らない人は E6 ってついちゃうんですけど、それは、マスターでもこれやってる人いんのか。なのに黒買ってんじゃん。すごっ。ビショップ D3 って指してんだ。ここで。
何をしてるんだ。もうこのトラップとしてはこうですね。これで、ここ行っても疲れて、ここ行って疲れて、で、まあ、テイクみたいな感じで、ビショップがトラップされてしまいます。なので、E6 はつけなくて、黒はこの H6 か H5 と刺さなければいけません。でそうなってからビショップこういう風にやってテイクテイクでこういう感じでですね。こうなるか。でこうとか。まああとは中盤力っていう感じですかね。なのでまあバリエーションっていう名前が好きなのでアドバンス先刺すときはそれを指すみたいな感じですね。はい。で、これがアドバンスなんですけど、僕が最近よく指してるのは、えっと、ナイト D2 のメインラインと呼ばれるもので、ここでナイト D2 と指したら相手は基本取ってくるんですけど、取って、で、ビショップでアタックされてきたら下がって当て返して戻らせて、で、一旦 H4 と入れて、ここでさらにポンプッシュする狙いがあるので、H6 とするんですけど、H5 こうやって、ナイト F3 かなで、ナイト F6、ビショップこういう風にやって、で、これ黒から取ってきて、E6 かなで、ビショップ D2 とか、ビショップ F4 も指すことあるんですけど、ビショップ D2 が多くて、で、ビショップ展開、で、ロンキャ、金キャって感じですね。これは、三毛猫さんが動画で、ね、この後のムーブで、なんか新種とかも紹介されてて、そのムーブオーダーによって、えその少しの差が生まれるっていうのを聞いて、なるほどなって思ったんですけど、その研究しがいがありそうな感じですよね。クイーンいつだったかな、この後。キング B1、クイーン E2 だったかな。いや、違うか。クイーン E3? 忘れましたね。完全に。まあ、これもね、あのポンがすでにここまで届いてるので、ないとこういう風にやったり、こういう風にやったりとかで、とても、オポジットサイドキャスリングでバチバチの戦いができると思います。これサクったりとかね。って感じで、そのご紹介したカロカンのクラシカルバリエーションなんですけど、えっと、カールセンのね、あの、名曲があるので、さらっとご紹介したいなと思います。で、この対局はナイト BD2 じゃなくて、ナイト D2 じゃなくて、ナイト C3 からのメインラインでした。で、さっき言ったみたいに、で、ここでは先にナイト F3 をして、で、H5 で下がらせてからビショップ当てて取らせてっていう感じで、で、ここでは先ほど言ったようにビショップ F4 もムーブとして存在していて、で、このように寄付が進みました。で、すでにキャスリングもできていて、コマも全部展開できてますよね。なので、すごく白としては戦いやすい局面です。
で、こうやって、キング B1 で固くさせてます。で、テイク、テイク、またナイト入って、みたいな感じで、で、クイーン下がって、で、ここでですね、ブリリアントムーブがあります。ナイト G6 ですね。で、サクリファイスを取るんですけど、テイク、チェック、で、テイク、で、さらにサクリファイスですね。で、テイク、テイク、テイク。で、まあ、これ、戻らないとどうなるかっていうと、まあ、このチェックだったり、ルック H1 とかがきついので、ピースを返したんですけど、まだ黒は、ルークアップですよね。まあ、あとはポーンもたくさんもらってるけど。で、キングは逃げようとするんですけど、こうして非常に危険な位置になって、チェック、チェック、で、チェック、で、なんと、ここでチェックメイトになってしまうんですね。これがカールセンが十何歳とかかなの時の寄付で、2004年の寄付ですね。14歳とかそこらのすごい昔にもこんな天才的な対局をしていたということで、非常に美しい寄付なのでご紹介しました。はい。で、あとは、カロカンに対して攻撃してきたときに、まあ、こうでもなく、取ってしまうというエクスチェンジバリエーションというのもあって、これもね、すごく強いバリエーションになってます。でこうして、ここアタックされて C3 で守って、ナイト F6 かなでビショップ展開で、ここにビショップがあることで、ここにビショップを展開できないんですよね。なので、まあちょっと緩いムーブ、E6 とかついてしまうんですよ。するとあんま良くなくて、ここう、テイク、テイク、こうとかで、すごく戦いやすいポジションになります。このアイソレイテッドポーンができたりとかですね。マスターでも過去2戦とも白が勝ってるそうで、まあ、このエクスチェンジバリエーションはあんまり指したことはないんですけど、とか負けてるし俺。まあ結構昔かなラピッドで指して負けちゃってるんですけど、まあ今はね、あの、ナイト D2 とか指すことが多いですね。うん。っていう感じで。はい。続いて、ナイツバリエーションですね。カロカン D4C6 に対して、さっきまで D4 とポンをついてたんですけど、ナイトをね、こういう風に展開して、この D ポンは動かさないっていうバリエーションがあって、これも強いです。僕あんまり指したことなくて詳しくないんですけど、これは C6 から出す順番でもよくて、同じ局面になります。で、まあ、取ってきたりとか。で、ナイト F6。まあ、これ取ると、タルタコアバリエーションっていうバリエーションになって、まあ、これも僕
黒番で指すことあって詳しいので白番でも指せると思うんですけど、まあよくあるトラップとしてはこうやって相手がこういう風に守ってこようとするとですね、これで一手メイトとなってしまいます。黒はこのポーン取りたいんですけど、チェックかかってるから、このクイーンのピンで取ることができず、チェックメイトとなってしまいます。なので、これには気をつけたいんですが、まあ、テイクで、すごく展開できてて、っていう感じでですね。これとか、すごく展開が早いですよね。あ、そっか、このバリエーションか。これで、クイーン取っちゃうと、これでチェックメイトなんですよ。っていう、結構罠が、トラップがいっぱいあるバリエーションが、こちらの2ナイツバリエーションとなっています。で、最後に、カルカンファンタジーバリエーションですね。E4、C6、D4、D5。で、F3 ってするのが、ファンタジーバリエーションっていうカルカンのバリエーションで、まあ、マロッチバリエーションって書いてるんですけど、過去4戦やってて3回勝ってるみたいですね。結構昔の試合が多いですけど。リチェスだとこんな感じで、マスターデータベースこんな感じか。まあ、このファンタジーバリエーションは、ナルディツキーがね、よく指してたバリエーションで、もちろんこれ、取ってくれたら超ありがたくて、で、黒がここで、クリティカルなムーブを知らないと、黒はいきなり劣勢になってしまいます。例えば、なんだろうな、これとか、指すと、もういかにもいい展開とか、センターポーンとかすごいですよね。なので、まあ、ここを取るバリエーションとしてクリティカルなのは E5 で、まあ、これ取っちゃうと、まあ、これテイクだと思ってたけど、こっちもあるのか。そっかそっか。これで、まあ、こうすると、これチェックで取られて、浮いてもこのルークを落とされてしまうので、できず、だから、キングが上がらなきゃいけないのか。で、チェック。で、少なくともドローは強制されてしまいます。で、さらにキング危ないので、普通に負けてしまう可能性も大きいです。これとか。ね。なので、これは取ってはいけなくて、ナイトで守ります。で、このテンポが本当にこのクリティカルなバリエーションなので大事で、黒もこういう風にピンをしながら、ここを守ってきます。で、どうだったっけな。ナイト展開いや、ビショップ展開もあったような気がするんですけど、あ、そうだ、ビショップ展開で、今度はナイトでここを守ってきます。で、これ取ったら取るよみたいな感じで。で、先にこっち取ってから取るよみたいな感じですね。で、キャスリング、ナイト F6。で、ビショップでピンして、ビショップこうしたりとか、か。お互い正確な手をさせないと、だいぶきついんですけど、こういう感じで
ファンタジーバリエーションも強いです。で、カロカン最後に、チェスブラ・ドゥビアスバリエーションっていうのがあって、これは勝手に僕が呼んでるんですけど、この時にですね、2ナイツをするのかなって思うじゃないですか。これナイト C3 って2手目にすると。で、こう来るんですけど、ここで F4 と指す手が存在します。で、これ取ってくる人が多くて、このついてきたら下がってしまえばよくて、この後こういう風にしたり、ナイトこういう風に持ってきて、みたいな感じで、ビショップ出してから D3 とかいう感じなんですけど、これ見てください。結構リチェスの 3.5 万曲あるんですけど、結構勝率高いですよね、白。で、ただ、これでね、F4 指してる人3%か。F4、今は指すのやめちゃったんですけど、なんでかっていうと、カロカンでね、上手い人になってくるとこういう風に G6 からこのフィアンケットしてきて、すごい硬くね、指して、こっちの不健全なポン構造とかをすごく咎められてしまって、もうボロ負けしたっていう経験があって、それがすごく、トラウマになってしまって、もう指してないんですけど、これもね、十分強いバリエーションではあります。これで、例えば、ナイト F6 とか来たら、このクイーンもあるんですけど、ここ下がります。これ下がるのが、ほんと強くて、これ、ナイトがここにいるじゃないですか。なんで、割とたまにここにビショップが行けると勘違いしてしまう人がいるんですよね。でもちろんここに来たら取れてしまいます。っていうトラップが一つと、あとは、そうですね。例えば、こう来たら、こう。もしこっち下がったらトラップですし、これで、下がって、これは、あれですけど、こうやって展開もしてみたいな感じで、強そうですよね。なので、白はこのビショップの展開先がなかなか見つけられないんですよね。だから、E6 とかしてきたとして、こういう風に展開して、こういうフィアンケットもできますし、これ来たら D4 とかでポンを守っておいて、で、ナイト、ここにさっき引いたんですけど、ここからここに行くと、ポーンがここにある状態。ポーンがこういう形になってる状態でのナイトの D3 のナイトっていうのは非常に強い、えー、スクエアのナイトなので、ナイトを、こういう風に展開して、こういう風に展開して、こっちに来て、ここに持ってくるっていうのが、このチェスブラ・ドゥビアスバリエーションの、真の狙いです。で、さらに、ここからナイト強いマスに行ったりとかもできます。で、実際、僕の対局あると思うんですけど、そうですね、12局指してるのか。で、最近、こういうふうに2200台の人とかにボコボコにされて、大会で、僕はこの、ね、バリエーション使うのやめたし、このカロカンが怖くなりすぎて、もう一時期 E4 もさせなくなってしまいました。ずっとナイト F3 とか初手指してたんですけど、それぐらいね、ちょっと思い出深いオープニングではありますね。ちょっと見てみますか。
もうこれ、こうやって、まあ刺していって、テイク。これポーンテイクの方がもちろんいいですよね。このナイトが邪魔だし、H ファイルが開くので。まあでも相手はこうやってきて、追い返して、まあ、展開。懐かしいな。まあ、これでブランダーだったのか。で、普通にエンドゲームで勝ったよみたいな感じだと思うんですけど、懐かしいですね。まあ、他にもちょっと見てみるか。いや、本当にこのオープニング強いんですけど、じゃあ僕がボコボコにされた試合でも見てきますか。で、こうして下がって G6 ですね。このフィアンケット。カロカンでフィアンケットするシステムはグルカニッツェシステムって呼ばれることが多いんですけど、これでついて、もう相手の駒が躍動してますよね。で、個人的に結構粘った試合ではあった記憶がありますが、テイクテイクテイク、駒損していく、もうボコボコですよね。で、もうなんか穴熊みたいになっちゃって、これで負けちゃいました。で、このトラウマが本当にひどくて、ね、あんまり使わなくなったんですけど、これもせっかくだし見るか。よし。チェスブラ、ドゥビアス、バリエーションですね。テイクテイク。この D4 のポンが意外と薄いんですよね。で、このナイトが強いっていう固定観念があって、ここのビショップも取れなかったりとかしてて、この頃は駒交換とかをなかなかするのができなくて、っていう感じですね。あ、ここ優勢だったんだ、一応。ただ、これで負けてしまいました。という感じで。まあ一応、2200の人にもね、中盤までこういう風に粘って、優勢まで気づけるオープニングではあるということで、まあ、これからもね、ちょっとさしてみようかなと思います。じゃ以上がカロカンになりますね。じゃ次は、タラッシュじゃないな、フレンチディフェンスですね。フレンチディフェンスは E4 に対して E6 と返すオープニングで、こうですね。で、僕が今、基本的に指しているのは、このナイト BD2 と、ナイト D2 とするタラッシュバリエーションというもので、このオープニングの何がいいかっていうと、例えば、こうしてきたら、何がいいんだろう。テイクかな、確かテイクだったはず。こっち先だったかな、こっち先だったような気がするな。テイク、テイク、テイクだったかな。で、クイーンテイク、ナイト、GF3。で、このね、引きが若干怖く見えると思うんですけど、全然そんなことなくて、まあ、ここでもいいし、これでアクティブに刺してもいいし、
まあ、これで戻って、キャスリング、キャスリング。で、なんでしょう。クイーンいつ、まあ、例えばこうして、交換して、ビショップ下がって、ってなるじゃないですか。で、これ、エンドゲームになった時に、実は白がアドバンテージを持っているんですよ。それは何かというと、このクイーンサイドのポン3対2ですよね。で、キングサイドのポン3対4ですよね。これ、クイーンサイドマジョリティを持っていると言って、えお互い、このポンの差は一つずつなんですけど、この3対2だと、その、交換が入りやすくて、素早く交換されて1個のパスポーンができるみたいな計算になって、こっちだとお互いポーンが多いので、なかなかパスポーンができないんですよね。だから、このクイーンサイドマジョリティ3対2のやつからパスポーンを作る狙いっていうのを生み出しやすいんですよね。これで、まあ、適当に刺していきますが、こうしたりとか。で、まあ、ここ交換してとかできたら、このポーンとこのポーンとこのポーンになって、で、このポーンとこのポーンが交換できたらこれがパスポーンになるみたいな感じで、このクイーンサイドマジョリティでエンドゲームで勝ちやすいっていう戦い方ができたりします。あとは、えこの C5 でやってくることは、あんまり最近はなくて、その僕の対局相手だと、これ取ってきてっていう相手が多いかな。先にナイト F6 かな。えこれだったかな。そうですね、これか。で、まあ、こういう試合展開になることが意外と多くて、こういう感じですね。で、これで相手が投了となりました。ここ、キング周りのポンが結構きついっていうのがあって、まあ、次 F6 とか落ちそうなんで、っていう感じでですね。まあ、こういう試合展開にもなって、ここで取らずに F4 とする選択肢も一応あったりするので、まあ、いろんな戦い方がああるかなと思って、僕は結構好きなオープニングです。これがタラッシュバリエーションでした。で、フレンチディフェンス。これで E5 とつくアドバンスバリエーションというのもあって、最近はアドバンスバリエーションがトップ間では指されることが多いみたいなんですけど、まあよくあるのは C5 で C3。C3 しないで、ナイト F3 で、テイクかな、テイクだったかな、まあ、ナイトこうして、
じゃないか。テイク、これか。こういう、ギャンビットもあったりとかして、ですね。結構、あれなんですけど、意外と、このギャンビットの展開の差みたいなのを活かしきれずに終わってしまうことが、多かったので、そうですね。今は指してません。で、これ負けた試合なんですけど、確か、すごいいい試合ができた記憶があるんですよね。この方との対戦で。そうでもないかな。これで、なんか最後、ブランダーしてしまって、負けた記憶が、あ、そうでもなかったか。あ、普通にポンをボロボロ取られて負けちゃった試合でした。はい。で、フレンチクラシカルですね。こちらは僕は全然刺さないんですけど、ナイト C3 全然刺さないと言っておきながらめっちゃ負けてる試合ですね。まあ初心者の頃とか指してたのかな。初心者じゃないか、中級者。まあこれで、まあここでね、ウィナワーバリエーションとかあって、こういうアレヒンギャンビット、アレヒマロッチギャンビットっていうのがあるらしいんですけど、こういうのとかあって、ちょっと理論が重めなんですけど、ここでナイト F6 と来て、こうなるっていうのが結構プロ、プロ感とか上級者の人がよく指してるイメージがあって、これシュタイニッツバリエーション、クラシカルのシュタイニッツバリエーションというもので、まあこういう駒組み、展開が多いですね。これで取って、ロンキャ。で、こういう感じになるみたいで、で、これ、ナイト取れないんですよね。取ったら、ディスカバードチェックで、このクイーンが取られちゃうので、っていう感じで、マスターデータベースだと、こういう感じになって、いろんな人が指してるバリエーションらしいです。はい。まあ、フレンチは、まあ、こんなところですかね。自分もあんまり詳しくないんで。で、じゃあ次は、スカンジナビアンディフェンスいきますか。スカンジは結構怖いですよね。怖いイメージがあって、僕もスカンジ大嫌いで、結構勝率も低いと思うんですけど、あ、そんなことなかった。最近は割とスカンジ勝ててますが、これ、まず、取りますよね。で、取るか、僕の友人のめっちゃチェス強い人は、ここで D4 と指して、えっと、ブラックマーディーマーギャンビットというものを指してるらしいんですけど、まあ、こうやって F3 とか、でこれ取るよ、みたいな感じで、で、取ってきたら、ここで、ね、F ファイルが空いてるし、展開も早いしで、っていう感じで、そうですね。で、今、緩い手指したら、こういうタクティクスもあったりとかしますね。まあ、なので、ギャンビットをしてもいいよっていう人は、これを指しましょう。で僕は、あんまり、このブラックマディーマーギャンビットをさせる自信がまだないので、取ってしまいます。で、クイーンで取ってきたら、ナイトでテンポ取って、ここに来たり、戻ったり、あとは D6 も結構アグレッシブなオプションらしくて、
まあ刺されたことはあんまないんですけど、昔刺されてるか。これはレアムーブですけど、結構強いみたいです。で、ここで、例えばこういう風にやっちゃうと、クイーン取れます。ピンなんで。なので、と、これで、まあ、クイーン C6、あ、一回あるのか。で、まあ、これで取った時に、ナイトで、さらにここ、ナイトで取って、クイーンで取った時に、なんかアタックされないように、ナイトで取ろうっていう人がいるんですけど、まあそういう人には、ナイト F3 とか D4 が良くて、ナロディツキーがおすすめしてたのはこれですね。で、こういう風にしてきたら、ビショップ E2 に戻るみたいな。で、こうして D4 みたいな感じで。ただ、僕はあんまりここからうまく戦えた試しがなくて、ちょっと苦手意識があります。なので、普通にナイト F3 としてしまっていい気もしますね。こういう感じで、普通に戦うみたいな感じでいいのではないでしょうか。はい。まあ、スカンジは一旦こんな感じで、スカンジはなんか結構怖いなって、思ったことのある人多いと思うんですけど、そういう方はぜひ GM のアーサー・ネイクさんっていう方の、えっ、と、なんかブートキャンプっていう、あの、チェスのオープニング講座みたいなのがあって、そこでも対スカンジで、もうスカンジをボコボコにしようぜっていう動画があるんで、僕はそれ見て結構感動して、まあ、スカンジってあんまり恐れることないんだな、みたいなのを思ったので、スカンジが怖い人は、その GM のアサネイクサンスの動画、概要欄にも貼っておくので、ぜひ見てみてください。じゃあ次ですね。E4 に対して D6、ピルツディフェンスしてきたらどうするかっていうことなんですけど、まあ、これは僕ははっきり言ってよくわかってないです。でないと、こうしてきて、で、こうとか、で、こうですね。で、さっき、フィリトルディフェンスのところで言った、これもあったりして、まあ、こうして、こうして、みたいな感じで進むんですけど、まあね、やっぱピルツといえば G6 でフィアンケットですよね。フィアンケットしてきて、まあ、この150アタックとか、このバッテリー、ビショップここ、クイーンここ、で、ビショップここに飛ばすみたいなアタック方法もあったり、普通にナイト F3 で展開したりとか、ビショップ E2 とか、いろいろあるんですけど、まあ、昔指してたのは、このオーストリアンアタックですね。それで、シンプルに強いみたいな、このポーンが。で、キャスリング、ピンして、E5 みたいな感じで。ただ、結構難しいんですよね、ここからの中盤戦が。なので、
うまく戦える自信があんまなくて、結構気力したいかなっていう面はあると思います。で、他には、ビショップ E3 で F3、さっきのシシリアンのドラゴンバリエーションで出てきた、ユーゴスラブアタック風の駒組みがあります。で、ここでキャスリングするのはあんまり、黒番がね、キャスリングするのはあんまりおすすめしません。例えば C6 と指して様子を見るとかいう方が個人的にはいいと思ってます。どういうことかというと、ここでキャスリングしてしまうと、こうした後のこのビショップ H6 から H4、H5 とかの端攻めがだいぶきつくなるんですよね。だから例えば、こうしてきて、そうですね、こうとか、ロンキャで、なんだろう、E5 で、もちろんこれやったらポーンゾーンだし、これで戻って、ビショップ飛ばして、で、なんだろう、C6 とかしたら、テイクあんまり良くない気がするけど、C6 とかしたら、テイク、テイク、で H4 とかですね。クイーン来て、H5、ビショップ来て、テイク、テイク、テイク、で、このチェックとかもありますし、っていう感じで、キングサイドアタックとかができます。で、こうとか、結構、黒番も耐えてるというか、あのー全然戦えはすると思うんで、気力ですね、結局。ピルツの中盤戦は。何度ここからボコボコにされたことか。なので、ピルツは本当にわからないです、対策が。で、E4 に対して、さっきこれ見たんですけど、この G6 っていうね、モダンバリエーションも強いです。黒がね。こういう風にしたら、さっきと同じ感じで組んで、こういうとか、こういうのとか。で、普通にやるんだったら、こういう C6 とか、うん。ちょっとチェコディフェンスっぽいですよね。チェコディフェンスっていうのは、これで C6 だったかな。あれ違う、これか。これですね。チェコディフェンスはこれで、こういう感じで、結構硬くさす、させるオープニングです。それ系統のオープニングとして G6 があって、こうだったり、あとは、なんだろう。これタイガーモダンとかですね。これ展開とかして、B5 とかね、あるんですよ。で、こういう風にしたりとか、こうとか。で、すごいカオスな局面になるので、面白いんですけど、
結構白としてはやりづらいかなという印象です。キャスリング、ス、ゴーとかですね。こんな局面なかなかないですよね。はい。まあ、こんなところかな。結構長くなっちゃったんですけど、えー僕の今のところの白番の1手目 E4 のオープニングに関する知識は、まあ、こういったところですね。結構コンピューターをね、使いながら、えっ、と、見ていってたんで、まあ、本当はコンピューター使わないで説明できたらよかったんですけど、まあ、結構オープニングは得意ではない分野なので、まだ自分の弱いところかなと思ってます。はい。じゃあ、そんなところで、次回は、黒番のレパートリーだったり、1手目 D4 とか、1手目 C4 とか、1手目ナイト F3 とかについても、まあ、ちょっとご紹介できたらなと思います。えーご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方は、えー高評価とチャンネル登録をお願いします。バイ。